ドクタースランプから西遊記へ。ドラゴンボールの誕生には、前作ドクタースランプの連載終了が大きく関わっている。当時、アイデアの枯渇を感じていた鳥山明と担当編集者の鳥島和彦は、新連載の立ち上げを条件にドクタースランプの終了を決定。読み切り作品ドラゴンボーイやトンプー大冒険を経て、次回作の構想が練られた。当初は鳥山版西遊記を目指して制作が進められていたが、西遊記そのものではないかという鳥島の冷ややかな反応を受け、大幅な修正が行われることとなる。南総里見八犬伝をヒントにした7つのボール集めや、映画燃えよドラゴンに由来するタイトル、現代風の SF 要素などが組み込まれ、独自の冒険活劇としての骨子が固まっていった。ドクタースランプの鳥山明の次回作として5週連続カラーという大々的な扱いで華々しく連載がスタートしたものの、初期の人気は低迷し、アンケート順位が15位まで下落するなど一時は打ち切りの危機にも瀕した。主人公が地味だという指摘を受けた鳥山は、テーマを強さの追求へと大きく転換させる。天下一武道会の開催により、孫悟空のキャラクターとバトル要素が確立されると人気は急上昇した。その後、ピッコロ大魔王編での死闘や初めて書かれるし、そして神の概念の導入など、物語はシリアスさを増していく。さらに、戦闘の激化に伴い鳥山が悟空の超進化成長を訴え、少年漫画の常識を覆す主人公の成長劇が展開された。そして物語のスケールは地球を飛び出し、宇宙、そして死後の世界へと広がっていく。主人公は宇宙人だったという設定が付加され、スカウターの登場により絶望的な戦闘力の違いを表現することで読者を浴び共感させた。これによりドラゴンボールは不動の人気を獲得するに至る。アニメ視聴率 29.5 を記録し、特にフリーザ編の頃にはアンケートで圧倒的な支持1000票中815票を集め、1994年の年末に発売された少年ジャンプは653万部。漫画雑誌の最高発行部数であり、ギネスにも登録されたこの記録は未だに破られておらず、まさに社会現象となった。物語は、ドラゴンボールをめぐる冒険から始まり、強敵との戦いを通じて悟空が自らのルーツサイヤ人や、海王神といった神々の階層、そして世界の仕組みそのものを紐解いていく過程でもある。悟空は何度も死後の世界への世を行き来し、神々と共に宇宙の平和を守り続けてきた。連載当時、鳥山明はドラゴンボールはいつの時代のどんな場所でのお話なのか、というような設定は決めてはいません。自由に何を描いてもいいわけですからと語っている。現代の漫画作品は緻密な設定と段階的な情報開示によって、読者の考察を誘発するスタイルが主流になっている。しかしドラゴンボールは設定を変えたり付け足しながら世界観を作り上げてきた。そして原作開始から40年を経た今、ドラゴンボール大魔において、これまで触れられなかったこの世界の起源が語られた。それに合わせて、大魔の後日談となるドラゴンボールスーパー、ビルスが、既存設定を変更して公開される。宇宙の創造。太古の昔、まだこの世に魔界だけが存在していた頃、その時代の良き大魔王は、魔界の領土を拡張するため、絶大な能力を持つ超魔人ライムスに宇宙の創造を命じた。ライムスはこの命令を遂行し、いくつもの宇宙を作り出した。この事実は今までのドラゴンボールの世界観とは真逆のものである。従来の認識では魔界は宇宙の影に存在する、邪悪な生命体が住む混沌とした空間であり、光ある宇宙の影のような場所と考えられてきた。1996年発行のドラゴンボール大全集7巻によれば、悪魔界はこの世の中でも特殊な場所である。あの世の神々の目の届かぬところであり、凶悪な生命体が住んでいること以外よくわかっていない。その生命体が宇宙の惑星の平和を脅かしたという記録も残っていると記載されていた。しかし事実はその逆である。魔界こそが原初の世界であり、我々が住む広大な宇宙は、魔人たちの移住先として人工的に創設された、植民地に過ぎないのである。過去には人造人間編にて同じようなことがあった。別の世界線からの干渉がなく悟空や Z 戦士が死亡しているドラゴンボールの本来の歴史が存在しており、我々が見ていたものはトランクスが未来から現れたことにより歴史改変された世界であることが明かされた。現在でもライムスは宇宙で一番お偉い方として君臨しており、海王神たちの近くに住んでいる。名前の由来について公式発表はないが、ライムスの海軍スライムが有力と思われる。スライムは原作者鳥山明がキャラクターデザインを手掛けるドラゴンクエストシリーズの最初の敵であり、物語の始まりを示唆している。大魔の後日談となるドラゴンボールスーパーでは、宇宙の最高位の神として全王が存在するが、ライムスが登場したことにより、全王が何者かも明らかになる。宇宙への移住。
ライムスによって宇宙が創造された後、魔界からは多くの魔人たちが新天地である宇宙への移住を開始した。宇宙にいる人間たちの全てが魔人の子孫ではないが、その多くが魔界に起源を持つ。魔界から移住した魔人の末裔であるナメック星人や海王神、魔族などが尖った耳を身体的特徴とするのに対し、地球人やサイヤ人は宇宙誕生後に環境へ適応して生まれた、自然発生した種族である。設定では地球人は人間型、モンスター型、動物型に区分されている。現時点ではピラフ大王はモンスター型地球人に分類されている。この区分は、なぜナメック星人が魔法、ドラゴンボールの創造などを使えるのか、なぜ海王神が特殊な能力を持つのかという疑問に対する明確な回答となっている。彼らは魔界という、魔法や超常的な力が科学として存在する世界の遺伝子や技術を受け継ぐ、上位種族の末裔なのである。レゲス曰く、シェンロンへの願いについては若返らせる白魔法系であれば問題ないが存在を消す黒い願いは通じない。過去には餃子がピッコロ大魔王を消すよう願いかけ叶うことはなかったが、後にベジータとナッパが地球に来襲する際、ウーロンのサイヤ人ってのをやっつけて地球を救ってほしいという願いにシェンロンはそれは無理な願いだ。私は神によって生み出された。従って神の力を超える願いは叶えられんと断ったが、悟空を生き返らせる願いについてはそれならたやすい願いだと返している。振り返れば、ナメック人の特殊能力、魔法は、何もないところから衣類を作り出したり、手をかざすだけで体力や傷を癒す力など、すべて白魔法系である。宇宙で自然発生した人間の中にも魔法と思われる能力を使う者も現れるが、これは魔法が先天性ではなく習得が可能ということを示唆している。悟空がクリリンの頭に手をかざしただけで記憶を読み、なんとなくこうしたらわかる気がしたんだと語っている。また瀕死の状態でやや離れた相手にテレパシーを使用したことがあったが、掲載当時は突如使用した能力のため読者を混乱させた。後にバビディが地球人たちにテレパシーを送り、これが魔界由来の能力と判明する。元気だ祭りでアニメ放送決定が発表されたドラゴンボールスーパー銀河パトロールでは魔力がストーリーの軸となっており、大魔後の作品として魔力魔法について原作にない追加要素が予想される。かつて、魔界と宇宙の間には活発な交流が存在した。ワープ様と呼ばれる存在あるいは気候を利用し、魔界の住人は自由に宇宙との間を行き来していたのである。しかし、先々代のアーブラ大魔王の時代にその関係は断絶される。宇宙に移住した種族や自然発生した宇宙人たちが力をつけ、魔界にとっての脅威となり始めたことを警戒したアーブラ大魔王はワープ様の利用を厳しく制限し、事実上の鎖国を行った。この歴史的経緯は、現代のドラゴンボール世界において、なぜ魔界との交流が途絶え、その存在が神話や伝説の領域に追いやられていたのかを合理的に説明している。現実の世界でも、多くの宗教が世界は誰かの手によって作られた創造論を唱えているのは、その創造主を誰も見たことがないからである。孫悟空という存在を通じて神々や死後の世界、宇宙の仕組みに触れ、ついには宇宙の起源である魔界の存在を知った。しかし、その魔界も平穏で絶対的な存在ではない。海王神の正体とグリンド人の悲劇。第7宇宙の頂点に立ち創造を司る海王神。これまで彼らは海神星の海獣から生まれる新人という種族であると説明されてきた。しかし代まで語られた真実はより具体的かつ悲劇的な民族史であった。海王神たちは元は魔界に住むグリンド人という種族である。宇宙を創造したライムスは、拡大した宇宙を監視するために賢い種族のグリンド人の中から優秀な個体を選抜し、海王神という役職を与えて各宇宙へ派遣した。つまり海王神とは本来魔界から派遣された宇宙の管理者だったのである。海王神は木から生まれる、という伝説についてもその起源が明かされた。グリンド人は魔界に存在する5本のグリンドの体樹から生まれる種族である。これは既存設定における怪獣と同じである。ドラゴンボール大全集では、海王たちはこの世界のどこかにある海神星という星の巨大な怪獣の木の実から新人として生まれ、どこかの海王星で海王が亡くなると次の海王がこの新人の中から選ばれる。さらに海王より上位の海王神だけは、滅多にならない金色の実から登場する。また、中には悪い心を持つ不良新人が生まれることもあり、彼らは新人にはならず悪魔界へ下っていくと記述され、生まれた場所と魔界は別の場所とされていた。当時のこの設定が大魔で登場するデゲスやアリンスの元となっているが、彼らは悪魔界へ下ったのではなく、そもそも魔界で生まれ魔界に残ったに過ぎない。鳥山明曰く、海神星の人口は80人ほど、男女はなく、学校のような城で様々なことを学びのんびり暮らしている、とされていたが、これはかつての第二魔界にあたる。
大魔で描かれたグリンド人の歴史は、過去のそれらの史実とは違い過酷な運命に翻弄されている。かつて魔界で繁栄したグリンドの大樹は全て枯れ果ててしまった。母体である大樹が枯れたことでグリンド人は新たな同胞を生み出すことができず、魔界に残る理由を失ってしまった。加えてアーブラ大魔王の圧政やワープ制限への反発から、残存していたグリンド人のほとんどが宇宙へと脱出した。グリンド人はナメック人と同じく温和で平和を好み賢い種族であるが、中には野心を持って生まれる者もいる。デゲスはナハレが216歳の時に同じグリンドの大樹から生まれるが、野心が強く、姉のアリンスと共に大魔界に残った。現在、海王神として宇宙に存在するグリンド人は、故郷を失い繁殖能力の根源大樹を失った、絶滅を待つのみの種族である。上位存在である彼らにも死は平等に訪れる。しかし干渉できないはずの死後の世界もまた、彼らの管轄下にある。死後の世界の管理人。すべての生命が死亡すると、あの世の閻魔大王の元へ送られ、天国行きか地獄行きかを判断される。魔界出身のダーブラも死後はここへ送られ、地獄だと喜んでしまうからという理由で天国行きと判断された。死後の世界は魔界より派遣された海王神の管轄下であり、あの世の上空にある大海王星の大海王、蛇の道の先にある海王星に住む北の海王、そしてその管轄下の閻魔大王によって管理されている。本来、死後の世界と魔界は別である。テクノロジーが進み星や宇宙を創造する未来は想像できるが、死後の世界はそれとは別の話である。しかし、死者のみが足を踏み入れるあの世というシステムに対し、死者ではないグリンド人が自在に干渉できている点は、彼らが単なる神という役職を超え、システムそのものを構築、管理する上位存在であることを物語っている。この死後の世界が魔界出身の者によって創造されたのか、それとももともと存在していて後から管理し始めたのかは不明だが、ドラゴンボールの願いは決して干渉できないはずの死後の世界のルールを無視して死者を現世に呼び戻すことができる。破壊神と全王。現在は12の宇宙が存在する。かつては16だったが全王が宇宙ごと消滅させたため現在の数に至った。それぞれの宇宙に派遣されたグリンド人によって星や生命の成長、発展を創造し見守ってきたが、自然発生した生物の中にはグリンド人の力を超えるものも現れるようになる。基本、グリンド人のキリ、戦闘力は高いが、白魔法系を得意とするため巨悪との対峙には力不足だった。そこで宇宙で生まれたものの中で黒い魔法を扱うものを破壊神として従事させ、巨悪には破壊をもって対応することとした。派遣された海王神より力を持つ彼らの暴走を防ぐため、海王神と破壊神を一対とし、互いの命をリンクさせる安全装置が組み込まれている。ところがこの安全装置が悪い結果をもたらすこともあり、未来世界では海王神がバビティとダーブラに倒されてしまい、破壊神が不在の世界線が誕生し、それを良いことにザマスがこの世界の征服を企てた。悪の支配の制御ができなくなったこの世界は、最終的に全王が宇宙ごと消滅させている。この尖った耳ではない全王は魔界出身だろうか。全宇宙の頂点とされるものの、彼自身が宇宙や星や生命を創造した描写はなく、逆に消滅のみを行っておりその職務は天使や海王神よりも破壊神に近い。破壊神はその宇宙の出身者から選抜されるという点も合致しており、そうであれば全王は宇宙誕生後に自然発生した種族の可能性が高いと考えられる。そして海王神と破壊神の命のリンクと同様に、全王にも対になる存在が考えられる。魔界出身者の中で全王と力が近いものと考えると、すでに登場した人物の中では大神官か創造主ライムス。もしくはまだ明かされていない上位の存在があるのかもしれない。劇場版ドラゴンボール Z 神と神パンフレットによれば破壊神ビルスの出身は第7宇宙のどこかで、宇宙創造後に誕生している。原作終了時には予定していなかったキャラクターだが、実写映画ドラゴンボールエボリューションのあまりにも原作再現のなさに憤りを感じていた鳥山によって構築され、ドラゴンボールの次の舞台として神の領域が描かれた。ビルスの設定は鳥山明によるものだが、ドラゴンボール Z 神と神制作時のビルスの初出の発案は脚本家の渡辺裕介によるもの。スーパーサイヤ人ゴッドアイデアも同様に渡辺氏によるもので、鳥山明もこれ以上ないほど強くなった悟空たちのピンチを表現するのに良いとして採用。それを元に脚本家を差し置いて作品のほぼ全てを構成してしまい、脚本家の方には大変失礼なことをしてしまったと述べている。実際、ビルスの語源について脚本家の本意は恐怖を与える存在のウイルスをもじったつもりだったが、鳥山はビールと勘違いしており、従事者もウイスキーから取ったウイスに合わせてしまい後から間違いに気付き変更ができなかったとのこと。
強さの比として鳥山は、ビルスを10としたら悟空は6、ウイスは15と語っており、これから始まるさらに激しい戦いを想像させた。その物語は鳥山原案のドラゴンボールスーパーで自身のドラゴンボールの続編として豊太郎によって描かれたが、その後に公開されたドラゴンボールとドラゴンボールスーパーの間を描いたドラゴンボールダイマにより生じた設定の矛盾を解消するため、ドラゴンボールスーパービルス編のエンハンスド版として2026年秋よりドラゴンボールスーパービルスが放送する。鳥山明の原作原案で静止扱いとなったダイマに登場したスーパーサイヤ人4。後を描いたドラゴンボール GT は完全にパラレル扱いになったが、ドラゴンボールスーパーの世界でスーパーサイヤ人4の強さがどの位置に置かれるのかが注目される。公式側でも静止とパラレルは区分されており、鳥山明の原案を静止、それ以外の作品をパラレル F ストーリーとしている。2000年代に入ると、過去のパラレル作品の登場人物やストーリーを鳥山が再構築し静止に組み込む動きが多く見られるようになった。ドラゴンボールを静止鳥山明の原案のストーリーで繋げると、ドラゴンボールコミックで神の存在や広大な宇宙死後の世界が描かれ、魔人ブー編から1年後を描いたドラゴンボールダイマアニメでは、その世界のルーツドラゴンボールエピソード0が語られた。その3年後にはビルスが目覚めるドラゴンボール Z 神と神映画から始まりドラゴンボールスーパー復活の F 映画と続き、同作を並行して描きながらドラゴンボールスーパーコミックでは上位の神々と多元宇宙の設定が追加され、戦闘においても破壊や時飛ばしなどが登場し、さらにインフレが加速していった。力の大会編を終えたところでドラゴンボールスーパーブロリー映画に続き、この作品では過去にパラレル作品鳥山原案でないものでのみ登場したブロリーやゴジータを鳥山によって再構築し静止として描いた。また、同じくアニメオリジナルキャラクターであったバータックを再構築した鳥山明作ドラゴンボールマイナスを映像化させ、ドラゴンボールスーパーコミック内でも鳥山版バーダックが描かれた。そして、さらに4年後を描いたドラゴンボールスーパーヒーロー映画では孫悟飯とピッコロの新形態が登場し、悟空の身勝手の極意、ベジータのわがままの極意など、スーパーサイヤ人とは別のそれぞれの進化を歩み出した。原作ドラゴンボールコミックの最終話まで残り2年ほどとなったが、2026年1月に開かれた元気だ祭りでは、さらにその先の構想も発表された。プロジェクト名は英字戦、原作最終話からさらに200年以上先の世界である。プロジェクト英字戦。英字戦といえば、2004年から鳥山全面監修で制作が開始されたドラゴンボールオンラインの舞台である。残念ながら悟空をはじめとしたサイヤ人や、Z 戦士たち地球人はすでに存在していない世界だが、それぞれの系譜を引き継いだ祖先たちが新しいドラゴンボールを描いている。当時、サービス開始に向けて鳥山は、今回皆様にお届けする新しいドラゴンボールの物語は、漫画から250年後の世界から始まります。そこでは地球人、サイヤ人、ナメック星人、魔人などが一緒に暮らしているのですが、何かが違っているらしいのです。250年の間に何があったのか、そしてこれから何が起こるのか。そんな謎解きもしながら、この新しいドラゴンボールの世界を楽しんでくださいと語っている。韓国、台湾、香港、中国のみで展開され約3年ほど稼働後、日本での公開前にサービス終了してしまったが、本作のために鳥山明が手掛けた大量の設定や世界観は、本作では日の目を見ることがなかったものも含めて、本作より後年に制作された家庭用アクションゲームドラゴンボールゼノバースシリーズに有用されている。また、アーケードカードゲームドラゴンボールヒーローズシリーズにも、本作の要素を取り入れたシリーズが盛り込まれている。新プロジェクト英字戦は、それらの作品を再構築した新しいドラゴンボールになるかもしれない。他の長期作品と違い、ドラゴンボールは主人公が私たちと同じ歩幅で年を重ねる珍しい作品である。サイヤ人は若い時期が長いことが作中でもメタ的にも秀逸な設定ではあるが、いつかはゴールを迎える時が来る。だが、ドラゴンボールという作品は設定を広げながら、もしかしたら主人公が変わることもあるかもしれないが、これからも長く続いていく名作であり続けると思う。今日の授業は以上です。皆さんの感想をぜひコメントでお聞かせください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。